今回は早朝から熱海駅にやってきたのだ。時刻は午前8時を過ぎたところです。平日の朝だから観光客もまだ全然いないですね。東京方面から電車で1本東海道線で行けるんだよなって考えてたら、もしかして日帰りで結構楽しめちゃうのではと思ってやってきたのだ。普段なら混んでいるであろう駅前の足湯も人がいなくて入り放題になってます。こんな機会めったにないから入ってから出発するのだ。こちらの足湯は家康の湯と言います。徳川家康が熱海に湯治に訪れてから400年、それを記念して2004年に設置されたそうです。天然温泉を使用していて41度のお湯が出ています。公式サイトを見ると9時から足湯は出るそうですが、8時半前の今でもすでに温かい温泉が出ていました。入ってから気づいたけど、拭くものを持ってきてなかったらいきなりピンチになるところだったのだ。足を入れた瞬間にハッとしたね。今日は暑いから分厚めのハンカチを持ってきててよかったよ。ということで早速熱海に足跡を残せたし、観光に出発なのだ。まずは熱海駅前の仲見世通りを歩いてサンビーチへ向かうのだ。仲見世通りは駅からすぐ目の前にある昔ながらの商店街です。観光地らしくお土産屋さんや食べ歩きグルメのお店が並んでいます。まだ朝早いからほとんどのお店がシャッターを下ろしていて静かだったのだ。昼間は多分人通りが多くて賑やかなんだろうけど、この時間は散歩気分でゆっくり見て回れるのがいいところなのだ。仲見世通りの隣の道は平和通りといって、こちらもお土産屋さんや飲食店があります。隣り合ってるのでお土産を散策するときは両方回りたいね。昭和っぽい雰囲気が残っていながら綺麗に整備されているのだ。ベンチも多くて食べ歩きもしやすそうだね。まだお店は開店前であるものの、温泉街の雰囲気が感じられるこの独特の空気感、実は結構テンション上がってます。ブラブラ歩いているだけで非日常感があるのが観光地のいいところなのだ。仲見世通りを抜けたのでこのままサンビーチへと向かいます。仲見世通りを出てから海までは徒歩で10分かからないぐらいです。熱海サンビーチが見えてきたのだ。ヤシの木が並んでるだけでもリゾート気分が一気に高まってくるのだ。しかも朝の時間だからほとんど人がいなくて散策がしやすいのもいいね。ビーチ沿いの遊歩道は綺麗に整備されていて、歩いているだけでも気持ちがいいです。事前にガイドブックで見てた時は夜のライトアップが名物ってあったけど、朝のサンビーチもかなり良いね。ちょっと海を見てすぐに次の観光地に行こうと思ってたけど、かなりゆっくりビーチを満喫したのだ。海岸に沿って歩いているとすぐ近くにムーンテラスっていうモニュメントも発見しました。ここは恋人の聖地として有名らしいけど、朝は誰もいなくて静かだね。ムーンテラスの横にずらっと並べられているクルーザー、お金持ちとの格差社会を感じられるのだ。恋人と訪れたらすぐ横で格差社会を見せつけられる。考えすぎだね。せっかくだからこのまま海沿いの道を歩いて次の目的地キュンカクに向かうのだ。海岸沿いの道は歩いていて本当に景色が綺麗。海を眺めながら熱海らしい街並みも見えて旅してる感じがしてくるね。途中に小さな橋やお花が咲いてる公園もあって、写真を撮るのが楽しくて時間を忘れちゃうぐらいです。気がついたら予定よりもだいぶ時間を使っちゃったのだ。サンビーチが思った以上に良かったからついつい長居してしまったのだ。それでもこういう寄り道や思いがけない発見が旅の醍醐味だよね。キュンカクにやってきたのだ。ここは大正時代に建てられた熱海の名建築なのだ。キュンカクは熱海市の指定有形文化財で熱海三大別荘の一つにも数えられている歴史ある建物です。和風と洋風が組み合わさった独特の外観や内装は本当に見応えがあって、ドラマや映画のロケ地としてもよく使われています。有名な文豪たち太宰治や谷崎潤一郎もここを訪れていたのだ。建物の中を歩いてるだけでどこか物語の中に入り込んだみたいな気分になるのだ。建物の中も外も至る所の景観がよくってシャッターを押す手が止まりませんでした。
個人的には鳳凰の間の畳の雰囲気と洗面所がすごく惹かれたのだ。それにローマ風呂はなぜかテンション爆上がりするほど気に入った場所になってしまったのだ。多分歴史の空気みたいなものがすごく伝わってきたからかもしれないのだ。当時の人たちがここでどんな風に過ごしていたのかなって想像しちゃうぐらいリアルにその時代の雰囲気を感じられたのだ。庭園や渡り廊下も雰囲気が抜群。熱海観光で歴史や建築が好きな人はもちろん、写真や映画の世界が好きな人にもおすすめできるスポットだね。人が少なかったからどの部屋でも写真をゆっくり撮れたのも良かったのだ。せっかくなので館内の喫茶室にも寄ってみました。レトロな空間ですごく落ち着く雰囲気だったのだ。内装も窓から見える景色も最高です。抹茶と和菓子のセットを注文したのだ。和菓子はみかんゼリーでした。冷たい抹茶もゼリーも味としては普通だけど、店内の雰囲気がいいのでとても心が安らげました。静かな時間が流れてて観光で歩き疲れた時にぴったりの場所なのだ。他のお客さんが少なかったのも良かったのだ。この喫茶店は機運閣を一周してきて最後にたどり着く場所にあるんですけど、皆さん素通りしていく方が多かったですね。機運閣をじっくり満喫した後は熱海銀座の方まで歩いてボンネットにやってきたのだ。ボンネットは1952年創業の老舗喫茶店で、地元の人たちにも長く愛されているお店です。ハンバーガーが有名で観光客にもファンが多いそうです。最初は満席で入れなかったのだ。でも少し時間をずらして再チャレンジしたら無事に入れたのだ。店内は昭和のアメリカンスタイルみたいな雰囲気でどこか懐かしい感じがしたのだ。お客さんは地元の常連さんから観光のおばさまグループ、外国人までいろいろ。店主さんと地元の方が談笑していて、地域に根付いた喫茶店って雰囲気でした。テーブルには灰皿も置いてあって今時珍しい喫煙 OK なお店なのだ。吸ってる人はいなかったけどね。注文したのはもちろん名物のハンバーガーです。70年前から変わらぬメニューだそうです。まず熱々の空のコーヒーカップだけが出てきてって思ったのだ。そしたら席で入れてくれるっていうスタイルだったのだ。酸味と苦味がしっかりある熱々のコーヒーでした。このままブラックでも飲めなくはないけど、ミルクを少し入れてみたらかなり好みの味になりました。そして待ってました。ハンバーガーなのだ。野菜は横に配置されてて自分で挟む形になってました。バンズが熱々で挟んだ野菜もシャキシャキ、ソースもジンジャーっぽい味でチェーン店とは一味違う美味しさだったね。ポテトもホクホクで全体的に素朴だけど丁寧に作られている感じが伝わってきたのだ。昭和レトロな空間で味わう手作りバーガーって感じ。この雰囲気と味は癖になりそうなのだ。また来た時は別のメニューも頼んでみたいのだ。ボンネットでお腹を満たした後は熱海銀座を通って木の宮神社へ向かうのだ。熱海銀座はボンネットの目の前にある通りです。観光客向けのお店やカフェもあるけど、駅前の仲見世通りや平和通りほど賑やかな雰囲気ではなかったね。飲食店はポツポツあるけど正直ここぞっていう観光ストリート感はあんまりなかったのだ。有名な熱海プリン2号店がある以外はちょっと普通の商店街って感じだったのだ。人通りもそこまで多くなかったね。でもプリンはやっぱり人気みたいで、そこだけは繁盛してました。プリンに心惹かれるもののボンネットで食べたばかりなのでここではスルーするのだ。熱海銀座を抜けて大きな坂を登ってパワースポットとして有名な木の宮神社にやってきたのだ。木の宮神社は全国的にも有名な古社で1300年以上の歴史があります。境内には樹齢2000年以上とも言われる大楠があって、このご神木を一周すると寿命が1年延びる、願い事が叶うと言われています。参道は緑が多くてすごく雰囲気がいいのだ。神社自体も綺麗に整備されていて現代的なおしゃれカフェや休憩スペースもあるのが珍しいのだ。本殿はシンプルだけどどこか品のある空間で落ち着けるね。観光客はもちろん地元の人にも親しまれてる神社だそうです。本殿の先へと進むと樹齢2000年のご神木があるのだ。さすがにすごい迫力でした。太くねじれた幹や何百年も生きてきたパワーみたいなものが
近づくだけでじわじわ伝わってくる感じがしたね。実際に目の前にするとその大きさと存在感に圧倒されたのだ。観光で訪れている人もみんな写真を撮ったりじっくり木を眺めたりしてて、ここだけ空気が違う気がしました。ご神木の隣の小道を登っていくと、これまた雰囲気のいい場所にカフェスポットがあったのだ。木々に囲まれたウッドデッキの席で自然の中に溶け込むみたいに休憩できるスポットなのだ。今回はカフェで抹茶と水餅のセットを頼んでみました。透明感のある水餅は見た目も涼しげで、中にあんが入っててプルンとした食感が最高。抹茶も濃厚でほろ苦さが甘い水餅と相性バッチリだったのだ。木漏れ日を感じながら静かな空間でゆっくりはスイーツを味わえるのはすごく贅沢だと思ったのだ。都会の喧騒を忘れて森の中でのんびりと一息つく。そしてすぐ横には樹齢2000年のご神木。これぞパワースポットのカフェタイムだよね。正直このカフェとスイーツ目当てでまた来たくなるぐらい気に入ったのだ。次は熱海にある巨大美術館 MOA 美術館を目指すのだ。 MOA 美術館は熱海駅からバスが出ているので一旦熱海駅まで戻ります。すぐ近くに来宮駅があるので電車で熱海駅へ向かうのだ。隣駅ですけど本数が少ないので、もし同様のルートをたどる場合は時刻表をあらかじめチェックしておきましょうね。そして来宮駅には熱海プリンの店舗もあるのだ。実はこれも目的の一つ。電車が来るまで15分ほどあるので名物熱海プリンをいただきましょう。熱海プリンといえば熱海の新定番スイーツなのだ。店舗ごとに限定メニューがあるのだ。注文したのは来宮駅限定の焦がしプリンです。牛乳瓶に入ってるのが熱海プリンの特徴なのだ。付属のカラメルを入れるだけでもちょっとこぼれそうなのだ。スプーンを入れるのも慎重に。美味しい。プリン自体はすごく滑らかで牛乳のコクがしっかり。瓶の形も可愛くて思わず写真を撮りたくなるやつなのだ。ただ瓶の口が狭いから最後まで綺麗にすくうのがちょっとドキドキしました。そのハラハラ感も含めて旅のスイーツって感じがしたね。戻ってきたのだ。熱海駅。時刻は13時を過ぎています。人も多くなってすっかり観光地の装いになっていますね。朝はガラガラだった足湯も人でいっぱいになっているのだ。早速バス乗り場へ行こう。あれ、まさかの定休日だったのだ。これはかなりショックでした。実は一番楽しみにしてたのが MOA 美術館だったので。仕方がないので仲見世通りでお土産を買って帰るのだ。ということでやってきたのだ。 MOA 美術館。あら、あのあと意外と日帰りで気楽に来れるなって分かったので改めて MOA 美術館にやってきたのだ。ということで MOA 美術館だけ別日の撮影になっています。 MOA 美術館は1982年開館の大きな私立美術館。日本東洋美術を中心に国宝や重要文化財をたくさん収蔵しているのだ。展示品だけじゃなくて館内の建築デザインや眺望の素晴らしさ、茶室やカフェ、レストランなど見どころが多いのも魅力。建物は山の上にあって熱海の街や海を一望できる絶景スポットでもあるのだ。展示室へ向かうためのエレベーターですらなんだか幻想的。展示室の扉は巨人用かなってぐらいの大きな自動ドア、ガラス張りの開放的なロビーなど普通の美術館とはちょっと違ったワクワク感があります。展示室は広くて明るくて綺麗だし、下品な言い方になっちゃうけどとってもお金かかってるなって思ったのだ。この日は人間国宝展をやっていて伝統工芸の凄さにも圧倒されました。展示品を眺めるだけじゃなく茶室一泊案もう邪魔したのだ。抹茶と水羊羹のセットにしました。羊羹は久々に食べたけど美味しいね。こんなに味って濃厚だったっけ。 MOA 美術館内は食事どころが5つあってカフェが2軒、蕎麦屋1軒、レストラン1軒、和食1軒があるのだ。それでご飯は和食花の茶屋で食べてきたのだ。注文したのは料理長こだわりハンバーグ、それに抹茶プリンとリンゴジュースも頼んでみました。
美術館で栽培したリンゴを使ってるそうで、思わず頼んでしまったのだ。直前の茶室で中途半端に胃袋が刺激されたってのもあります。リンゴジュースの味はまあ普通かな。歩き回って暑かったので冷たいジュースが気持ちよかったです。ハンバーグは熱々の鉄板できたのだ。じゅわっと肉汁があふれて、デミグラスソースは濃厚というよりごくごく飲めそうな感じがしたのだ。そのおかげで野菜やポテトをソースに絡めてもしつこくならずに食べやすかったのだ。ハンバーグもお肉の味がしっかりしてるし、半熟卵と絡めて食べるのも美味しかったね。抹茶プリンは独特な味がしてるのだ。多分ミントかな。それのおかげでよくある抹茶味とは一味違う風味になっているのだ。それに抹茶プリンの上にはあんこやクリーム、ベリーも添えてあります。それぞれを組み合わせて食べると一口ごとに違った美味しさが味わえます。味変しながら最後までいろんな味でプリンを楽しめるのだ。ご飯を食べた後は近くにあった竹林に。竹林入り口ってなんだろうって思って行ってみたけど、本当にただの竹林があるだけなのだ。結構下るし、そして戻るのに登らなきゃいけないしで疲れただけだった。竹林は行かなくていいんじゃないかなって思ったのだ。竹が好きな人だけどうぞ。見て飲んで食べて MOA 美術館も終盤なのだ。最後にたどり着いたのがこちらのカフェ。実は入り口のエントランスからこのカフェを上から眺めることができて、入館した時から気になってました。ご飯を食べたばかりだけどすごく眺望がいいから寄っていくことにしたのだ。海と熱海の街が一望できるとてもいい景色。旅の最後って感じがあってなんだか趣があります。 MOA 美術館別日になったけどわざわざ来てよかったのだ。期待以上でした。かなり大満足。美術好きはもちろん普段はあまり美術館に行かない人でも展示と景色とグルメまで一度に楽しめるから観光にぴったりだと思ったのだ。熱海駅に戻ってきたのだ。最後はお土産を求めて仲見世通りと平和通りをブラブラしてみましょう。仲見世通りは駅前からまっすぐ伸びる昔ながらの商店街で、お土産屋さんや飲食店、干物のお店とかもずらっと並んでいるのだ。朝はお店もほとんど開いてなくてガラガラだったけど、午後になると人も増えてすっかり賑やかになったね。でも鎌倉の小町通りみたいに混みすぎて前に進めないみたいな圧迫感はないから、本当にちょうどいい人の多さでゆっくり歩きながら好きなお店に入れるのだ。どこのお店も入りやすいのが嬉しいね。ところどころにベンチもあって食べ歩きしやすいようになってるのもいいなって思いました。食べ歩きしてる人が多かったのは印象的だったのだ。お土産も充実していて旅の最後のショッピングタイムにはぴったりだね。こういう帰る直前のブラブラタイムが旅の余韻になって意外と一番好きだったりするのだ。朝一で熱海に来て駅前の足湯からスタートした今回の日帰り旅、本当にいろんなスポットを巡って大満足の一日だったのだ。温泉地として有名な熱海だけど、実際に歩いてみると海や商店街、歴史ある建物や美術館、グルメやスイーツまで全部ギュッと詰まってて、日帰りでもすごく充実した旅ができました。観光地なのに混みすぎて歩きにくいってこともなくて、ゆったりした空気感があるのも熱海の魅力だと思ったのだ。それに東京方面から東海道線1本で来れるのがいいね。熱海の日帰り旅行ってありだなって思いました。鎌倉や江ノ島に日帰り旅行をしている人って多いと思うけど、そこに熱海の日帰り旅行も選択肢に加えられると思うのだ。熱海、これからもフラッとお邪魔したくなるスポットになりました。ということで動画はここまで。今日は最後まで旅にお付き合いいただきありがとうございました。この動画が少しでも参考になったり楽しんでもらえたら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。動画作りの励みになるのだ。